今日はですね、徳島県の日の字渓谷で撮った天の川を、どうやって撮ったかっていうのをね、紹介したいかなと思います。普段の天の川の撮影方法は、僕はだいたい1枚撮りで撮ってて、星空に標準を合わせて、だいたい広角のレンズで20秒からだいたい30秒ぐらいのシャッタースピードで撮って、1枚ですね、1枚撮りでやっています。でそれで日の字渓谷に行った時はですね、1枚撮りではなくて、前景と背景、背景が天の川になって前景がその日の字渓谷になるんですけど、その2枚に分けて撮影して、それを後から合成するというような感じで撮影してみました。っていうのも、日の字渓谷って街灯もなくて、でものすごい徳島の山の奥なんですけど、で渓谷も明かりがないので本当に真っ暗で、車で僕は行って、なんとかその道路の横に車を止めて、見たんですけど、初めはもう本当に何にも見えなくて、10分ぐらいねずっと車の中で、待機してて、そしたらね、うっすらとガードレールのような看板のようなものが見えてきて、で恐る恐る外に出て、でその後にですね、星っていうか、空を見たらうっすら徐々にその星空が見えてきて、でその後にようやく下を見ると日の字渓谷の下がねうっすら見えるぐらいになってきたって感じで、もう本当に真っ暗なところで、正直ね一人だとちょっと怖いと思います。はい。それで天の川の写真をね一回撮ってみたんですけど、それがこの写真なんですけど、本当に天の川っていうか、この時期は天の川はあんまりいい時期じゃなくて、星空なんですけど、星空をね綺麗に撮れているんですが、この下の渓谷の部分ですね、渓谷の部分が本当に真っ暗になってしまっていて、ほとんどね見えない状態になっているんですね。で、星空の写真っていうのは基本的には広角レンズでもだいたい20秒から30秒っていうのがおそらく上限だと思うので、それに収めないと星が流れてしまって撮れなくなって、はっきりした星空は撮れなくなってしまうので、それを撮りつつ、この下の渓谷もね綺麗に撮るにはね、どうしたらいいかって考えた時に、じゃあ背景と前景を分けて撮影してみようと思って、今回この2つに分けて撮ってみました。で今回は前景の写真と背景の天の川星空の写真と、そしてその2枚の写真を合わせるところまでやってみたいと思います。はい、この写真が天の川に合わせた時の写真です。はい、で下の部分がもう真っ暗になっていて、何もほとんど見えません。これはですね、確か30秒撮ってます。これは30秒のシャッタースピード撮っていて、普段天の川を撮るような設定で撮っています。で、もう下が暗すぎて何も見えないというような感じですね。でこれを、それが左側です。で右側が編集後の写真です。ちょっとその明瞭度を上げたりとか、明るさを調整したりとかして、少し星空をきれいにしたような感じですね。で下の部分は少しだけ渓谷の方が見えてきてるんですが、このままだとちょっと写真にはならないかなっていうような感じです。で次に2枚目の渓谷側の写真を、見せたいと思います。渓谷側に標準を合わせた写真がこれで、左側が編集前で、右側が編集後です。で、これは58秒ですね。だいたい1分ぐらいのシャッタースピードで撮っています。これで撮ると、下の方はうっすらと渓谷のね、形っていうのも出てますし、山の形もうっすら見えてきているような形です。で、星の方、空の方を見ると、やっぱり1分ぐらいシャッタースピード上げちゃうと星が流れてしまうので、はっきりとした綺麗な星空としては使えないかなっていう感じです。でこれらを、
シャドウを上げたり光の調整したりノイズを消したりしてできたのがこの右側ですね。で空の方はちょっと明るくなりすぎてるっていうような感じで色も少し不自然な感じになってますね。でこの2枚を、Photoshop で1枚にするっていうやり方をこれからやりたいと思います。合わせる方法っていうのが、ですね、僕もなんかそのインスタグラムとか、いろんなところで見てるとその前景と背景を分けて撮るっていうのは別に新しいことじゃなくて結構前からたくさん やられてる方もたくさんいて、で僕はそれを見て、Photoshop とかでやってるみたいで、僕はあんまりね Photoshop とかを使わないのでちょっとその食わず嫌いみたいなところはあるんですけど、合成するのって結構めんどくさそうだなと思っててそれでやってなかったんですが、去年か今年の頭ぐらいに Adobe の Photoshop で、空の置き換えっていう機能を出したんですよ。でそれが例えば曇っている写真の空だけを晴れている写真にするとか空だけを星空にするとかそういう機能なんですけど、これってその前景と背景を撮ってそれを2つに合わせるっていうことを今までその人間が手作業でやってたことをソフトウェアの方で自動的にやってくれるっていうようなものですね。その機能ができたので今回はその空の置き換え機能を使ってやってみました。はい。では今からねちょっとやってみたいと思います。はい。ですね、まずはさっき、ライトルームで編集した前景の方、日の字警告が見えてる方ですねを Photoshop で開きます。はい。でこれを開いた状態で、編集から空の置き換えを押してですねここでもうこれなんか別のやつが入ってますけどここのプラスを押して新しく写真を追加します。でこのさっき作った日の字警告の背景っていう写真を選択して、こちらに読み込みますね。でそれが、これですね。でいろいろあるんですけど今読み込んだ写真を選択してでこうやって背景が今ついたのであとはこの辺でなんかエッジをどうするかとかこう若干こう調節できるので明るさとかねこれ変えたりとかこれは色温度ですかねを変えたりとかできるのでこういうので少し、調節自分の好みに調節してで OK をしますとそうするとこの2つの写真が一緒になって1枚の写真となります。で背景も綺麗に星空出てますし、前景の写真も、綺麗に出てますね。でこれを書き出せばいいわけですね。書き出してみようか。書き出しと。はい、で書き出してみますと。はい、これで出来上がりですね。はい、っていう感じでこういう風に天の川を撮るときにその前景がねすごい暗かったり前景をもう少し綺麗に写したいなっていう時は写真をその天の川の部分と、前景に部分に分けて、2枚とか、複数枚撮ってそれを後から空だけ変えるとかっていう風にすれば結構綺麗な天の川の写真が撮れるんじゃないかなと思います。僕は結構これうまく撮れたんじゃないかなって思っているので、もしその暗いところでね撮る状況がありましたらぜひやってみてください。